数日間の針のむしろ状態から一変して、どういう風の吹き回しか、光一が皆を連れて屋久島を案内してくれることになった。営林署に勤め、ガイド代わりに呼び出された住戸も同行して、車に乗り込んだ。その後から、久美が子供たちを車に乗せようとした。ちょっと久美さん、何しょっと。子供まで乗せたら、狭うなるやろ。でも、血のみごじゃあるまいし、置いていっても問題なかろう。のう、たかし。まあ。たかしさん。久美はさすがに抵抗した。たかしは光一の性格をよくわかっていた。反対すればまた、話はややこしくなる。子供たちのことは気になっていたが、仕方なく受け入れた。まさか、子供を残して出かけるとは。久美は後ろ髪を引かれる思いで、まだ幼い二人を残し、車に乗り込んだ。久美さん、大丈夫や。屋久島は小さが島やから。そう、なごうならんわ。幼い頃から、たかしと共に過ごした住戸もまた、光一の気難しさを理解していた。そうですか。よかった。久美は少し気が楽になった。そげん心配せんでもええで。久美の背中を叩きながら、豪快に笑った。住戸はおおらかな人柄だった。幼い頃から共に過ごし、兄弟以上の存在である住戸は、たかしが唯一心を許せる身内であり、久美にとっても安心できる存在だった。住と、さあ、車出していこうか。光一は和やかな雰囲気を割くように言った。屋久島は、島の9割が広葉樹林で覆われ、縄文杉をはじめとする巨木の原生林や、多様な動植物が息づく有名な観光地だ。営林署に勤務する住戸の案内は、下手なガイドより詳しく、屋久島の歴史にユーモアを交えて、丁寧に案内してくれた。中でも、樹齢3000年と言われる紀元杉には、その威厳ある姿に皆圧倒された。下から見上げると、苔むした山々が木々の木漏れ日に照らされ、一層神秘的な空間を演出していた。最後に訪れた大川の滝も、目を見張るほど感動的なものだった。落差80メートルほどの高さから照葉樹林の間を一気に流れ落ち、久々に見たたかしも心洗われる感動を覚えた。お母ちゃん。2時間後、家に戻ると、車の音に気づいた高明が、慌てて駆け出してきた。高明、どうしたん？亜美がずっと泣いとうねん。亜美が泣きじゃくって、面倒を見ていた高明の手に負えずにいたようだ。久美が慌てて抱きかかえたが、亜美はしばらく泣き止まず。それを見ていた光一が、後ろから面倒くさそうにつぶやいた。
こげん面倒じゃから、やっぱ連れて行かんでよかったじゃろ。置いていくからやんな。僕も泣きたかったわ。光一が立ち去ると、普段は他人の悪口を言わない高明が、久美の耳元で囁いた。そやね。久美も同感だった。子供くらい乗せていっても邪魔にならないのにと思いながら、光一の手前、それ以上、高明に何も言ってやれなかった。どげんした寂しゅうて、泣いちょったか。遅れて入ってきた住人は、泣いている亜美を見て笑顔で言った。住人は、どんな時も、皆を明るくしてくれた。やっぱり、一緒に連れて行ったらよかったな。高志は後悔するように、久美の顔を見て言った。そいたら、明日はボートで、泳ぎに行こうで。幼い頃、漁師になる夢を抱いていた住人は、今でも休日は、海に出ているようだ。ボートに乗るの？そいや、スイカくくりつけて、冷やして食べるか。そりゃ、うまいんぞ。お母ちゃん、僕、ボート乗る。そやな。乗してもらおうか。久美の顔に久しぶりの笑顔が戻った。翌朝、早朝から家事に奔走する久美のもとに、早苗がやってきた。久美さん。あんたは草掛けで、一等の嫁じゃ。用心棒したで。次男の嫁は、あの通りじゃ。まあ他の嫁も、大したことなかよ。そやけどあんただけは、誰が見んでも、黙ってしよった。いいえ。気が利かんですみません。たかしが姉う、元気になったわ。あんたのおかげやね。よう、わかったで。早苗は久美に頭を下げた。恋は少しやけど、どっかでうまいもんでも食べて。早苗さん、本当にお世話になりました。久美は今までの苦労が一瞬で吹っ飛んだようだった。